皆様、どうも、ランサムです。今回はこのキャラに関して考察していきたいと思います。アズゴア。彼はモンスターたちが住む地下世界の王として君臨しています。モンスターからの人望は厚く、7つのソウルを集めることでこの世界から出してくれると期待されており、一部の民からフワリンゴ王、旧訳だとモフーサ王と呼ばれるほど慕われています。その慕われ具合から見られるように、彼の性格は優しく丁寧な紳士で、人間である主人公に対しても穏やかに接するくらい温和な性格でありました。これが一般言われている彼の特徴です。ですが、この特徴というのはモンスターたちが心に抱く人間に対する嫌悪感があること、王に対する一定の尊敬から来る畏怖のようなもの、いわば感情論が作用しているように思います。そもそも彼と出会う直前のシーンでは、地下世界の成り立ちや悲しい歴史、裁きの時など、主人公、要は人間がいかにひどいことをしてきたか、もしくは正しく愛を見せてきたかを自覚させられた後であり、それこそ西部時に無言になるほど決意が鈍ると読めるくらいの自責の念を起こされていると考えられます。実際自分も最初、こんなにひどいことをしてきたのかと考えてしまったくらいのものです。それではこの感情論を捨て去って、アズゴア本人がトリエルと離れた後やってきたことを事実ベースで並べてみましょう。するとトリエルが彼に対して言っていたどうしようもないクズ、恐ろしい魔物と彼のことを言っていた真意が見えてきました。それでは参りましょう。まず一つ目、アズゴアは自分で手を下したかは不明なんですが、少なくとも6人の子供もしくは人間を殺している。いきなり言い逃れできません。あの場所に着いた時点でソウルが6つあるので、自らの手なのかロイヤルガードに任せたか否かは不明なんですが、少なくとも6人彼の影響で命を奪われています。また少し事実とずれるかもしれませんが、この地下世界の共通認識として、人間が死ぬとソウルが手に入る、7つ集めれば地上に戻れる、そのため死こそ皆嬉しいという形が成り立っていることが、歴史を話しているモンスターたちの口調から現れているため、国民全員にも人間の命を奪うことを推奨していたのではないかと考えます。2つ目、アズゴアは人間の命を奪った日にも日記の最後に素敵な一日だったとつけていた疑惑があります。これは日記を調べた時の文章に、全ての最後のページに素敵な一日だったと書かれているとあるのですが、もしこの通りだとすると、人の命を奪った日にも素敵な一日だったとつけているのではないかと読み取れます。もうこんなことを書く時点でまともな神経だったのか危ういものです。3つ目、人を殺めて国民を解放しようとしているはずなのに、方法が少し回りくどい。P ルートの際、トリエルはこう言っていました。本気で国民を助ける気があったなら、ソウルが一つ手に入ったところで、
あなたがバリアの外へ出て、あと6つ奪って戻ってきて、みんなを解放すればよかったと言われています。全くもってその通りです。空気でごまかされているところがありましたが、よくよく考えてみれば、7つ集まるまでアゾゴアがここにいる必要はないのです。一つ持った状態でもアズリールのようにあの強力な姿になれる上、外に出られるという実績があるのだから、あの状態になって地上から悪い大人のソウル6つ、もしくは7つ持ってくれば皆解放できたはずです。思いつかなかったとは言わせません。まず一つ吸収した場合、凄まじい力で外に出られることは先に挙げた通り、アズリエルのおかげで知っていたはずです。そうでなくても、あの例の前任者がその時まだいたはずです。さらに、その前任者にアズゴアはソウルの研究をさせていたではありませんか。この方法に彼がたどり着かないとは考えにくいのです。というより、今回項目に入れていませんが、モンスターのソウルを研究を行わせるというのも回りくどく、しまいには死体をいじることですら黙認していますからね。すなわち、一つ吸収して地上で残りを集めてくるというこの方法は知っていたけど何らかの理由でしなかったと考えられます。この件については根が深いと考えているので、続けて4つ目に行きます。4つ目、G ルートで国民が大量虐殺に遭っているにもかかわらず、いつも通り花に水やりをしていた。よく思い返してみてください。G ルートで散っていたヒーロー、アズゴアがソウルを吸収しているはずと言っていました。つまり、この虐殺の状況はアズゴアに届いていて、ソウルを吸収したアズゴアが人間の前に立ちふさがるのが当初のモンスターたちの予定だったと読み取れます。万一ラグがあったと考えても、アンダインがやられた後にアルフィスからアズゴアに連絡があったと考えられます。さらにその手前の回廊ではあのサンズが立ちふさがってますからね。その間に連絡が一本もなかったとは考えにくいのです。まあ一匹の花が言ったみたいですけども、しかし彼がやっていたことはいつも通りの水やりと花が泣いていることに気づくだけ。しかも人間のことをモンスターと呼ぶ始末、まあこの見間違いはもはやモンスターになり果てているから仕方ないとします。彼は国民が虐殺に遭っていてもいつも通りの行動をしていて我関せずなのです。5つ目、サンタクロースになって各地に不法侵入。これはダメですね。うちでもスパートの映画の冗談はさておき、以上4つの事実を並べまとめるとこのような仮説を立てることができます。それはアズゴアというのは言われている剣王などではなく、誰かが手を汚して必要なものを集めるように先導し、人間が死んだ日を素敵な一日と言えるくらいのサイコパスで、自らの手を汚すのを嫌がり、たとえ国民が虐殺されていても期待されていても、ソウルを一つ吸収した我が子のように体が劇的に変わることを極端に嫌がった結果、最も被害が最小限に抑えられる最適解ですら避けてしまい、虐殺に立ち向かわず、国民を守らず、いつも通りの日であるという逃避を行った国民を全く考えない自己中心的人物なのではないかと。本当に恐ろしい魔物でどうしようもないクズだったのではないかと考えられます。一見善人ですが、決して王にはしてはいけない極悪人。そう、アズゴア極悪人説がこれにてできました。そもそもトリエルがもう来た時、まず一言目が戻ってきてくれたなので、この行動一切自分が悪いと考えてないんじゃないかなとも考えます。さらにこの説を補強する事例が自作デルタルーンにあるのではないかと考えています。その根拠は次回へ。